このピンセットはすごい、エビちゃん興味津々だ。はいどうも、ビバです。当チャンネルの人気コンテンツ、小型水槽。この小さい水槽で生き物を飼育したり、レイアウトをしたり、楽しみ方が結構あるんですけど、超小型水槽で生き物を飼う時のコツというか、ポイントをご紹介しながら、この水槽のメンテナンスも合わせて行っていきます。今回の動画では3つのパートに分けてご紹介をしていきます。まず1つ目が、この水槽に入れている水草と飼育している生態について。2つ目は、この小型水槽のメンテナンスについて。3つ目が、この超小型水槽をどんな感じで管理しているか、コツだったりポイント、ご紹介をしていきます。この動画を見れば誰でも超小型水槽が簡単に管理できるというわけにはいかないかもしれないですが、ぜひ最後までご覧ください。まず飼育している生態について、この超小型水槽を立ち上げた初期からいるミナミヌマエビ。見てわかる通り、ミナミヌマエビの稚エビが入っています。それもかなり大量に入っていますね。この水槽は横20センチの高さ10センチ、奥行き10センチっていう小さい水槽なんですけど、この中に現在数えられるだけでも25匹稚エビが入っています。稚エビたちもだいぶ成長してきて、サイズは1センチくらいですね。最初はカメラで映すのも大変なくらいちっちゃかったんですけど、今はこんな感じでしっかりエビエビしてます。エビエビがつまつましてますね。エビの他にはメダカの稚魚が入っています。種類はコハクラメミユキ。サイズは1センチから 1.5 センチくらいまで成長しました。この稚魚たちが現在8匹ぐらい入っています。8匹ぐらいというか8匹ですね。1匹も落ちることなく、捕食されることもなく、元気に育っています。上から見ると、コハクラメミユキらしさはまだないのかな？ちょっと目が青いですね。体型もふっくらしてて、ブリブリで可愛らしいですね。これはいつ頃からラメが乗るんだろう。なんか光の加減によってはちょっと光ってるような感じもするんですけど、どうだ早いな。どうだ光ってるか。ちょっとまだわかんない。ちょっと光ってるか。難しいですね。そして水草の紹介。前景の左側にショートヘアグラスを植えています。当初ここだけに植えていたんですけど、これが成長してランナーを伸ばし、もうここら辺からは完全にこの水槽の中で増えた分、ここら辺まで成長してきてます。とっても自然感があって、いい感じに成長してます。そして山の部分にはニューラージパールグラス。こちらも植栽当初よりだいぶモコモコと増えてきました。一番成長わかるのはここら辺ですね。成果石でソイルエリアと砂のエリアを分けてるんですけど、その成果石に乗っかるようにニューラージパールグラスが伸びてきました。これも理想的な伸び方してくれて嬉しいです。ショートヘアグラスもニューラージパールグラスも順調に成長しています。ちなみに CO2 添加はしていません。小さい水槽なので生き物が酸欠になりそうで、別途 CO2 添加はしてないんですけど、こんな感じに成長してくれています。続いてメンテナンスをしていきます。見てわかる通り結構ガラス面が緑色になっているので、このガラス面の汚れを落としていきます。使うのは当チャンネルでもおなじみのプチレーザー。100均で売ってる皮膚希望を伸縮するステンレス製のパイプなんですけど、これの先端を潰してオルファの平べったい刃をここにつけて小型水槽用のスクレーパーとして使っています。これの制作動画は別途アップしてますので、興味のある方はぜひご覧ください。なんだかんだこのプチレーザーはめちゃめちゃ活躍しています。もう小型水槽だけじゃなくて普通の水槽でも役立つ場面が多いです。こういった隙間とかね、すごく便利です。たまにガラス面は傷つかないんですかっていう質問もいただくんですけど、今のところ傷ついてる様子はありません。普通のスクレーパーもカミソリの刃を使ってて、仕組み的には同じようなもんなので、僕はそこまで心配する必要はないかなと思ってます。ただ使うにあたってはどうしても自己責任なので、絶対ガラス傷つけたくないっていう方は別の方法で掃除をしましょう。ガラス面の苔落としは人力で落とす以外にオトシンクルスとかオトシンネグロとかラムズホーンとかの生態によって苔を食べてもらう、苔を予防する方法もあります。どっちがいいかは飼育者次第っていう感じでしょうか。オトシンネグロでもちょっとこの水槽には大きいのと、あとラムズホーンとかだと万が一ね繁殖しちゃったら手に負えなくなりそうなので、我が家では人力で苔を落としています。ラムズホーンは1体でお迎えすれば増えないんじゃないかと思われる方もいるかもしれないんですけど、ショップでお迎えした時にすでに受精してた場合は1
1匹でも増えてしまいます。導入をお考えの方は慎重に導入してください。そうそう、こういう時、際を掃除する時にこの刃の内側にこうやって砂を噛んじゃうとガラス面傷ついちゃいます。これはどんな高いスクレーパー使ってても同じだと思うので、低所ギリギリを攻める時は慎重に行いましょう。定規でやってても ABA の高いスクレーパー使ってても砂を噛んじゃうとガラスに傷がついちゃいます。感触とか音でジャリってなる時があるので、そういった時は手を止めて静かに離して砂を落としましょう。このちっちゃい水槽はそんな高いものでもないんですけど、めっちゃ高い水槽とかだったらジャリっていった瞬間嫌せもんですよね。今回一部メラミンスポンジを使いたいところがあるので、100均とかで売ってるメラミンスポンジをちっちゃくカットして使います。どうしても元のサイズだとでかすぎるのと、節約の意味も込めて4分割ぐらいにして使います。メラミンスポンジどこに使うかというと、水面ちょっと上の白い汚れ、小型水槽は真夏だとちょっと水温上がり気味なので冷却ファンをつけています。冷却ファンは水を蒸発させた時の気化熱で水温を下げるんですけど、水が蒸発するということはどんどん水が減っていきます。小型水槽なので元から水量が少ないのに、さらに蒸発してどんどん水が減っていくと、こんな感じでガラス面に汚れがついていきます。この部分さっきのスクレーパーでやってもいいんですけど、ちっちゃいスクレーパーでやるほど狭いところではないので、メラミンスポンジで一気に汚れを落としちゃいます。この白い汚れはカルシウム落ちづらい場合は、これも100均で売ってる鱗取りとかちょっと模様の入ってるスポンジみたいなやつ、あれを使うと簡単に落とせると思います。僕も1回使ったことあるんですけど、めちゃめちゃ落ちますね。ただたまにしか使わないのでどっか行っちゃいました。結構ね、長持ちするとは思うんですけど、すぐどっか行っちゃうんですよね。じゃあメンテナンスの仕上げは水替えですね。我が家では100均の計量カップ使っています。さすがにこの小さい水槽でプロホースとか使うわけにはいかないし、スポイトとかでもいいんですけど、ちょっと手間なんですよね。計量カップですくいながらやると水替えは楽です。ただ低床の掃除ができないです。低床の掃除もしたい人は大きめのスポイト、ジェックスのラクラクスポイトとかサイズ的にはいいんじゃないかなと思います。商品名違ったらごめんなさい。最後に軽き抜きをした水を入れてメンテナンスは完了です。じゃあこの後に小型水槽での生態飼育のコツ、ポイントをご紹介をしていきます。それでは最後に超小型水槽の維持管理のコツポイントについてお話をします。これはもう一つだけですね。生態を入れすぎないこと。いや、この水槽エビ25匹、メダカ8匹も入ってるじゃないかと言われそうなんですけど、エビは農館ですね。エビはカウントしない。もちろんこの水槽にエビ100匹とか入ってたら別なんですけど、チエビで25匹、親のミナミヌマエビでも5匹10匹がちょうどいいぐらいだとは思うんですけど、基本的にエビはノーカウント。じゃあメダカの8匹ってのはどうかっていうと、まだ稚魚だから8匹っていうわけであって、親のメダカだったら3匹ぐらいがちょうどいいのかなと思います。これがこの水槽に例えばネオン出たら5匹とか10匹とか入れちゃうと、あっという間に崩壊しちゃうと思います。こういった小型水槽だったりボトルアクアとかでもそうなんですけど、生態の数が少なければ少ないほど管理は楽になります。生態の数を減らすのが小型水槽での育成のポイントになります。ポイントは今言った一つだけなんですけど、それに付随する形ではいくつかポイントがあります。まず小型水槽はろ過装置が使えません。ちっちゃい底面フィルターとかちっちゃい外掛けフィルター使うことはできるかと思うんですけど、どうしても小型水槽は中も狭いので、そういったろ過装置を入れるともっと狭くなっちゃって見栄えも悪くなっちゃいます。ろ過装置が使えたらもうちょっと生態も入れられるんですけど、ろ過装置が使えないので生態を少なくする必要があります。それに付随して餌ですね。これはどんな水槽でも同じなんですけど、餌を与えすぎない、餌の食べ残しとかはどうしても水を汚してしまうので、ちゃんと食べきれる量だけ餌をあげるようにします。小型水槽はろ過装置が使えないので、水を汚さない、水質を悪化させないのがポイントになります。超小型水槽の維持管理のポイント、コツについてはこんな感じですね。はい。というわけで今回は超小型水槽の生態紹介、メンテナンス、維持管理のコツについてご紹介をしていきました。いや、実は撮影中にずっと気になってたことがあって、気づいた方はいないと思うんですけど、このピンセットの先のところ、ここにですね、ソイルが一粒落ちてるんですよ。撮影中ずっと気になってて取り除きましょう。この砂地に落ちたソイル、悩んでる人も多いと思うんですけど、僕はこのピンセットを使っています。これアクアリウム用ってわけじゃないんですけど、この先端がめちゃめちゃ細くなってる精密なピンセット。これすごい使い勝手が良くって紹介したいなとは思ってたんですが、今回実践とともに紹介をします。我が家ではこれで水草を植えたり、これからやるこのソイルを
つまんでこっちに移すっていう作業をこのピンセットで行っています。商品 URL は動画概要欄に載せておきます。このソイルはいつから落ちてたんだろう。ただこのピンセットだと先端が細いのとなんかね力加減がすごくいい感じに調整できて、こんな感じでつまんでもソイルが崩れない、自分の力加減次第なんですけど、普通のピンセットだとソイルつまんだら潰しちゃったりしちゃうんですけど、このピンセットはすごい、エビちゃん興味津々だ。このピンセットはなんかソイルをね潰さないんですよ。つまんだ時に押し返す弾力がちょうどいい感じなのかな。皆さんもこの砂地に落ちたソイルを戻す用のピンセットとして1本ご検討いかがでしょうか。用途が限定されすぎてる。普通のね水草植栽とかにもとても便利です。エビちゃんをつまむのには使っちゃいけません。というわけで今回の動画は以上です。こういった超小型水槽興味のある方は立ち上げやってみてはいかがでしょうか。見ての通りとっても清涼感があるので、例えばご家庭のお仕事用の机の上にちょこんと乗っかってたらとっても癒しになります。当チャンネルではこの水槽の立ち上げ時の動画もいくつか動画にして残してますので、興味のある方は動画概要欄からご覧ください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。もしこの動画気に入っていただけたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。